スパイのバサラカ1月25日放送分のアイドリングトークです。本編の収録準備ができるまでお付き合いよろしくお願いします、はい、メールいただいてます、ラジオネームケンティさん。はい、陽介くん、健太さん、こんばんは。こんばんは。以前友達の話でお二人に取り上げていただいた桜の花びらを投げて遊んでいたケンティです。お二人からのメッセージとても嬉しかったです、お二人の言葉に恥じないように、芯のある大人になるそんなこと言ってたっけね、なんか、あれだよ、若い時に、そういうじゃれた遊びしてないと大人になった時みたいな話した記憶が、してたね、確かに。でそんな僕ですが、実は2年ほど前からお付き合いをしている女性がいます。お互い実家暮らしで毎日会えるわけではなかったのですが、今日に至るまで幸せな時間を送ってきました。素晴らしい。そんな彼女に今年の春プロポーズをしようと思ってます。当初の予定では彼女が社会人として働いて1年経ってから気持ちを伝えた方がお互い安心かなと話していたのですが、プロポーズの流れをどうしようか考えているうちに、予定より早めに気持ちを伝えたくなってしまいました。焦らず当初の予定通りの時期にプロポーズするか、準備を整えて早めにプロポーズするか、どちらがいいかお二人の意見をくださいということで。これはもう分岐点じゃないですか。もう完全にそんなそうだね、そんな重いよこれは。なんかずっしりきてるよ。でさ、ケンティ多分いいやつじゃん。いいやつ、これは絶対に成功してほしいな。なんか変なこと言ったらそのままやりそうで怖いなもうこれは言っとこ先に自己責任です、まあそうだね。もう僕らはこう、なんていうの、アドバイス。そうあくまでもそうだから。なるほどね。でも一個言えるのは、ケンティが今、したくなっちゃってるじゃん。一回ちょっと落ち着いて、そうだね、彼女は欲しがってんのかを一回見よう。まず今ケンティが言いたくて言おうとしてるから、やっぱね、それはお互いの合意がないと。そうもしかしたらさ、社会人今何年目か分かんない、1年未満でしょ。1年経ってから気持ちを伝えた方だから数ヶ月ってことだよね。だからもうちょっと1年になるんじゃないの。4月入社でしょ大体。大体そうだね。でだからあと 2,3 ヶ月。じゃあいいかもね。待っていいんじゃない。もう1年待とうよっていうね、でその間にまたなんかね、いろんな変化もあるかもしれないし、まあでもしかしたらね、その彼女さんが今忙しいかもしれないですね。だから彼女がちゃんと今の社会人の生活に慣れて、その気持ちの余裕ができてる時にプロポーズは多分した方がいいから、一回こう深呼吸して、策を練って、そうだね、完璧だと思ったら行こう。まあでも多分 OK だよ。やめだよ、そうから発言やめろお前。いやだってすごい誠実じゃない、ケンティ。誠実だと思うよ。文字からさ、誠実だったらさ、絶対いいやつだよ。でもたまにいるじゃん、すげえいいやつでさ、もう男女わけ隔てなくさすげえいいやつなのにさ、ずっと彼女ができないやつとかたまにいるじゃんいやいるじゃん。それは多分いいやつすぎて、やっぱそういう対象に見られないんじゃない。ケンティは彼女いるもんね。彼女いるもん、大事だよ。だから、我慢しよう今は、我慢したがいい。1年だね、我慢してちゃんと1年経って、話した方がいいんじゃないかな。ただこれ例外として彼女がもうなんていうの、待って、いや早く言えよみたいな風になってるんだったら言おう。いや確かに、本当にその時期を逃すと、やっぱこういうプロポーズ系ってよく聞くけどさ、その彼女が欲しいタイミングで全然言わなくて、待てど言わないから、心が切れちゃったっていう女性も多いから。確かに女性は冷めるとすぐどっか行っちゃうから、ね、本当に冷めると本当に冷めちゃうから。男はなんだろう、死ぬまで多分今まで付き合った彼女とかは自分のこと好きだと思ってるタイプだから、アホだからでもさ、俺一個見た、実家暮らしだよお互い、ってことは結婚してから同棲をしようとしてるってことだよね。多分そうじゃないかな。それ危なくない？もうね、でもね、それは分からん。だって結局さ、今同棲するとするじゃん、お互いの認識なのかな、同棲イコール結婚っていう、多分ね、そうなるんだったらやっぱちょっと匂わしてた方がいいと思う。でもどっちにしてもさ、プロポーズしてから同棲に入るじゃん、きっと、この感じだとね、パターン的には。だからそこでダメだったら、多分その後破局しちゃうだろうし、どっちにしてもこうなんだろう、別れるなら別れると俺は思うの、同棲
要はしてない状態で結婚して同棲を始めようが、なんか同棲をしてからプロポーズしようが遅いか早いかの話でそうだよね。そうだからなんかあんまりまあただこうプロポーズするとなんか制約ができるじゃん。ちょっとしたことじゃこう別れられないっていう。そうだよね。法的な関係値になるからさ、先に同棲しときよって思うな。もうね今言ってもね、だからプロポーズして結婚する前に同棲でいいんじゃない？プロポーズしてそうだね。そうするとまあ婚約期間中、そう婚約期間になるから。でも婚約者ってことは多分それだけ法には縛られてないけど、俺今まで分かってないんだけど、枷は出るじゃん。婚約って何？結婚しようって約束することでしょ。それ結婚するじゃないの？結婚はもう書面したら結婚したことになるから、それが結婚になる。じゃあ婚約ってあくまでも口約束なの？まあ紙に書けばいいんじゃない婚約者という書面があればそれはもう。でもそれは別にあれでしょ、法的効果は出ると思うよ。そういうこと？いや婚約破棄するときに多分また書面がいると思う。破棄しましたって。じゃあ役所に2回行かなきゃいや違う、役所に行くのは1回でいいよ。結婚するときでいいけど、要は婚約しましたっていう紙を自分らで作ってそこにハンコを押しちゃったらそれは法的効果が出てくるじゃん。なるほど。契約書みたいになってくからなるけど別になんか、ね、婚約破棄っつって、その口約束だったら別にそれは口約束だからそっか、そう。なるほどね。ただでもお金が絡んでくると多分ちょっと違うと思うけどね。そのなんだろう、なんかいろいろあるっぽいけど。じゃあさ、婚約指輪と結婚指輪2回買ってんの？あれそうじゃない？みんなそうだと思うよ。婚約指輪をちゃんと渡して。コスパ悪いね。ただだから俺これねずっと言ってんだけど、俺もうこれを誰に話しても女の敵だってよく言われるんだけど。じゃあさ2つつけんの？指輪つけてるよねみんな。マジ？そうだから婚約指輪と1個じゃない？でもいや結婚指輪と婚約指輪つけてる人いるよ。だ1個の人は多分要は結婚指輪をもらってるんだと思うそういうこと。そうでもあれさ結局さ同じのでいいじゃん。言っていい？これ分かんない。この話をすると炎上はしないだろうけどバレンタインとか、クリスマスとか、企業の戦略じゃん。そうだよね。そうバレンタインさんの誕生日で、なんか俺そう聞いたことがある、なんかお菓子をなんか売る、そういうシーズンを作りたいから、なんかなんかそういうさ、著名じゃないけど影響力のある何かを使って、バレンタインはチョコレートをあげましょうみたいなの風にしたとは聞いたこと。クリスマスもそうです。てか全部そうだから、でも婚約指輪とか結婚指輪もそうなわけ。もう昔の価値観で男が稼いだ3ヶ月分ぐらいの指輪を渡しましょうみたいな、もうブライダルの業界の引いた宣伝広告を信じた大人たちの風習を今の若者が信じていってるっていう、そこの価値観だけ変わってないわけ。なるほど。でそれを多分男は、昔の人はそれをメリットっていうかプライドとして、これをやるのは素晴らしいって思ってたからいいと思うの今そういう時代じゃないじゃん。デートしてもさ割り勘が普通だって、俺は感覚は分かんないよ、男払えよって思うけど、今は普通に割り勘が普通だったりとか、男女平等って歌われてるから、いろんなことがこう平等になってってるわけじゃん、その中でなんでそこの指輪の感覚だけ変わってないのって俺はすごい思ってんの。いらないじゃん。じゃあ割り勘にしようよ割り勘でいいじゃん。確かに、まあでもロマンないよね、そうなると。ロマンでいいの？そこはロマンじゃん。でも割とロマンだよ。いやロマンなんだけど、いやいいんだよ、ロマンを信じるならいいんだけどじゃあ声高らかに、いろんなことを平等にしようって言ってる派閥の人たちはどうなんですか？じゃあそこはあなたたちは、じゃああなたはじゃあその男性の指輪を買うのか、買ってあげたんですか？なるほど。そうでもさ風習としてあるじゃん。全てを整えてから物を言えと。そう、外堀が全く埋まってないのに何ですか？何を真髄をついてんだと。そう、何ですかそれは、何を根拠に言ってるんですかって全ての女性に俺は問いたいわけ。いや別に俺個人の話じゃない個人の話じゃない。そう世の中の風潮が今ありましてという話でしょ。ありまして、昭和から始まってるその風習をいまだに信じて
るその感覚はどこにこうなんだろう整合性があるんですかって問いたいっていうだけ。まあそう個人的にね。まあだから、まあ変わっていくでしょう。もうでもそれが変わってないじゃん。ないからさ。いやもうそれは一種の、もうあれだよ、イベントだよ。だロマンでしょ。そうロマン戻ってきたの話が。ロマンでいいの。ロマンか。ロマンに来た方が楽しいよ多分。楽しいな。それはそうだと思う。そう。だから男はおごれ。まあ俺もそっち側なんだけど。で、そうやってやっていくと、やっぱ男もさ自分に酔えるじゃん。酔える。そう。男ってアホだからな。そう。だから自分によってそのロマンを、まあ好きな女性、愛してる女性がいて、そこに与えた時に、ほわーんとしたどのぐらいねドーパミンがねほわーんとした幸せな空気が流れる。そうそう、それのためです、本当。じゃあもうあれですね。まあケンティの話だよ。だからケンティが思う、だからそうケンティが思うロマンをぶつければいいってこと。彼女さんにぶつけて、何いいこと言ってたよ。いやよかった、締まりそうだったよ今。ぶつけて、散るときは散る。まあそうだね。散るときは散る。でそれも受け止める。で結婚したら報告してほしいね。そう報告してずっと幸せでいってほしい。そうだね。そう。まあでも自分のロマンをぶつけるは正解だと思う。だから自分のロマンをぶつけて、相手がそれで喜んでくれたらそれでいいじゃない。そうだと思う。人を喜ばしていきましょう。そうしましょう。ということで本編収録準備ができたので、疲れちゃったわなんか。はい、ドリンクトークここまでです。本編は毎週土曜深夜1時から FM 福岡で放送中です。ぜひ聞いてください。それでは本編の収録へ行ってきます。